皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢とともに中東情勢についても合わせて解説していこうと思います。日本ではどうしても国際情勢についてのニュースは扱いが小さいですので、ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。まずはウクライナ情勢。先日お伝えしたウクライナ軍の遠距離攻撃の結果について確認できる写真が公開されました。そこから見ていきましょう。ロシア軍によるウクライナ侵略。戦闘機などが発進するのはロシア本国領にある空軍基地です。モロゾフスク空軍基地に対する攻撃では、ウクライナ軍は飛行機型のドローンを使って攻撃を行いました。基地に対する攻撃は成功。航空用爆弾などを備蓄していた弾薬庫は大爆発を起こしました。そして、この爆発に巻き込まれる形で、ロシア軍の戦闘機スホイ34、2機について損傷が認められています。この戦闘機は1機70億円程度、また、ロシア国内での生産量としては、1ヶ月に1機も生産することはできないとされていますから、戦闘機を破壊できたことは非常に大きな戦果だと言えるでしょう。そしてこちらが基地にあった弾薬庫の様子。左の写真が攻撃前、そして右側が攻撃後。衛星写真では少しわかりづらいので、こちらが地上からの写真。建物があった場所には、建物があったことはもはやわからないほどに更地になっています。近づいての写真では、ここが弾薬庫であったことがわかるものが大量に転がっています。このずんぐりむっくりしたものが航空用爆弾。写真には残っていませんが、こうした無誘導の航空用爆弾に滑空用の装置を取り付けることで、ロシア軍は前線に対する航空支援を行っています。こちらの写真では細長い筒状のものが残骸としていくつか見られます。これらはロケット弾かもしくは航空用のミサイルだと見られます。戦闘機用の大量の弾薬類などを破壊できたのも、これまた大きな戦果だと言えるでしょう。一方、地上戦では、ウクライナ軍に北部での動きがありました。おそらくは、ロシア人義勇兵部隊によると見られる、ロシア本国領への越境攻撃が行われているそうです。これは以前からと同じ戦略だと見られますが、この地域の守りを担当している部隊はそれほど多いわけではないので、ロシア軍に揺さぶりをかけ、援護部隊を他の戦線から引き寄せようとする動きでしょう。この動きについては以前も行われており、ある程度の攻撃を行った後、またウクライナ領に戻るといった動きをするものと見られます。一方で注意しなければならないのが東部戦線におけるロシア軍の動きで、引き続きアウディウィーカ戦域におけるロシア軍はじわじわと進軍をしており、この地域におけるウクライナ軍は十分な陣地を固めることができていません。陣地を固めることができていない間にロシア軍の攻勢が継続的に行われることによって不十分な状態での戦闘が継続されています。他の戦線ではロシア軍の動きをある程度抑え込んでいることから、このアウディウィーカ戦域におけるロシア軍をきっちりと抑えることがちょっと今は急務だと言えるでしょう。ロシアはウクライナ侵略のために国家の総力を注ぎ込もうとしています。国家予算の3割は軍需経済に注ぎ込んでいますし、それに伴って多くの予算が削られています。例えば科学技術に対する予算が削減され、大学研究者などが海外へと逃げ散っていたり、また社会インフラに対する維持点検、そうした予算なども削られていることから、ロシア国内においては道路修復がどんどんと遅れ気味であるとか、もっと極端な例ではダムの点検などに予算が割かれないために、今年は特にダムの決壊が多いなんていう話もあります。そして科学技術に対する予算削減の煽りを受けて、超大国ソ連の遺産、宇宙産業に対する技術も大きく衰える可能性が出ています。ロシアにおいて宇宙開発事業においては、ロスコスモスという国営企業が担っているのですが、このロスコスモスが経営危機に陥っています。まず第一に、宇宙産業においては、国からお金を受けてロケットを飛ばすといったこともあるのと同時に、民間企業から依頼された衛星を宇宙に送り届けるといったことも行われています。しかし、ロシアはウクライナ侵略に伴って海外のお客さんを完全に失いました。そして国からの受注についても、先ほども述べたようにロシアは軍事経済に移行していますから、宇宙開発にお金をかけるといった余裕は全くなくなりました。それに伴って仕事が激減したことにより、そもそも売り上げがないのだから維持費だけがかかるような状態になりました。これに伴って何が起こるかといえば、当然のように技術者の流出です。仕事がないんだからいつまでもいることができないというわけで、彼らが向かった先は中国となります。
一部については北朝鮮に流れるのではないかといったことも言われているわけですが、これについてはちょっと確認のしようがありません。ただ今後、ロシアの技術者が海外へと流出することによって、ロシアの宇宙産業全般の技術力はさらに低下するものとみられます。なお、この分野における超大国は昔も今もアメリカで、しかも今のアメリカは NASA ではなく民間企業イーロン・マスク率いるスペース X 社がとてつもない存在感を示しています。宇宙開発といえばこれまでは政府かもしくは企業からの委託によって何かしら宇宙に届けることによってお金を受け取っていたのですが、スペース X の場合だと自社の通信衛星を次々と宇宙へと配置し、これに伴うインターネット網を整備しています。ロケットそれ自体まず自社開発するし、さらにそれを高いレベルで量産化することによって安定的に宇宙へと物を送り届け、さらには低コスト化も進めていく。それはまさに圧倒的な進歩だと言えるでしょう。こうした開発競争は未来の宇宙産業に対する立ち位置を決めるような出来事ですから、ロシアのように軍事侵略にかまけているような国には未来はありません。続いては中東情勢の緊迫化について取り上げていきます。こちらの地図は右端にイラン、そして左端にイスラエルという中東の地図です。先日イランの大統領就任式にあたってハマスの最高幹部が暗殺されるという出来事が発生しました。イスラエルは暗殺を否定してはいますが、動機としてハマスの最高幹部を殺害するといったことはちょっと他には実行犯が考えられない状況のため、イランとイスラエルとの間における大規模な戦闘が発生することが心配されています。そのため現在注目されているのがイスラエルの北にあるレバノン。このレバノンにいる武装勢力ヒズボラとイスラエルとの間における大規模な戦闘が発生しようとしていることです。地図を見てもらいましたが、イランとイスラエルとの間にはイラクやシリアといった別の国がありますから、それぞれの国の陸上戦力が直接ぶつかり合うといったことはありません。攻撃し合うにしてもミサイルを撃ち合うか、それとも戦闘機を飛び交わすかといった話になります。しかしイラン側の方にはミサイルはありますが、まともな戦闘機はありませんから、攻撃するならミサイルとなりますし、そうでないとするならばイランの息のかかった武装勢力ヒズボラを動かすことによってイスラエル攻撃を実現するだろうというシナリオなわけです。今起こり得る話として真剣に取り上げられており、レバノンにいる海外からの旅行者や現地で働いている人たちは速やかに国から出るようにと呼びかけが行われています。これは欧米だけの話ではなく、日本人についても同様の措置が取られています。レバノンにいる武装勢力ヒズボラによる攻撃、この場合においてもヒズボラが越境攻撃をするかどうかという確率論で言えばあまり高いものではないでしょう。おそらく攻撃の主体となるのはヒズボラが大量に保有しているロケットになると見られています。イスラエル側にもロケットに対する防衛システムとしてアイアンドームなどがあるわけですが、しかしヒズボラが保有しているロケット弾の数は非常に多いと見られていますから、アイアンドームの方もこれに全て迎撃ができるとは限りません。ですから大量の攻撃を受けた際に多くの住民らが死傷することによってイスラエル国内でヒズボラに対する反撃を行うべきだとして、イスラエル軍の地上部隊がヒズボラ掃討を目指してレバノンに侵攻するかもしれないというのが今懸念されている戦火の拡大シナリオです。この地上戦の拡大シナリオに関しては、イランはイランで本国が全く無事な状態なわけですから、ヒズボラに対する支援を延々とし続けることによって非常に戦闘が長期化する可能性が高いです。一方でイスラエルはイスラエルで、もしもそのような展開になることが確定的な状況になれば、自分たちの方から先制攻撃をするかもしれないという話なども流れています。だからこそレバノンはヒズボラから攻撃するのか、それともイスラエルから攻撃するのかといった形で、どっちみち戦果が上がる地になるかもしれないと心配されているわけです。このように事態の緊迫化を招いている理由は、ハマスの最高幹部を殺害するにしても、その殺害場所がイランの首都だったといったことが大きな問題点となっています。
イランの大統領就任式にやってくるハマスの最高幹部の一人だったわけですから、イランとしては客人の一人として彼を迎えたわけです。そして彼が殺害された場所が首都だったということもあり、イスラエルがどのような手段を尽くしたにかかわらず、まさに首都で好き勝手やられてしまったということもあって、これに報復しなければならないというのが彼らにとって非常に大きな使命となっているわけです。ただここのハマスの最高幹部の殺害に関しては少しモヤモヤとする部分があります。それはイラン当局がこの事件に関連してイラン人の容疑者やもしくはその関係者とみられる人物たち数十人を逮捕したと報道されています。これらの人たちはイスラエル人ではありません。イラン人です。ですから、ハマスの最高幹部を殺害したのがイラン人だということになれば、果たしてこれはイスラエルへの報復に正当性があるのかということに疑問が投げかけられることとなります。イランとしては、イスラエルに買収されたかもしくはそそのかされて何らか仕事を手伝った人物ではないかといった主張する可能性はあります。そもそも暗殺のその手段について言っても、滞在しているホテルに2ヶ月前から爆弾が仕掛けられていて、遠隔操作で爆破が実施され、最高幹部が亡くなったという話と、いやいや、それほど事前に手を尽くしたものではなく、ホテルに滞在しているなという情報を内部から得た実行犯が近距離の対戦車ミサイルを撃ち込んだ、それによって亡くなったんだという2つの説があります。当初は空爆をしたのではないか、つまり空軍がイスラエル空軍機の接近を全く気づかずミサイル攻撃を許してしまったという説などもありました。しかしこれに関しては今のところ否定されています。このような根っこの部分でなんだかモヤモヤする事態であるにもかかわらず、すでにイランとイスラエルとの間で何かしらの形での戦闘が発生するだろうという雰囲気が高まっている状況です。だからこそこれが実際に起きた場合においてどのような収束を見るのかもコントロール不能になる可能性があり、中東情勢の行方についてはまだまだ注目しなければなりません。そしてこのことはアメリカ政治にも影響を及ぼします。イスラエル情勢に対してどのような関与をするのかというのがアメリカ大統領選挙についても大きな争点となるからです。なぜならばアメリカ国内においてユダヤ系の人たちの影響力は非常に強く、これらの人たちを敵に回すのか味方にするのかというのはアメリカ大統領選挙その行方にも影響を及ぼすからです。現在のところバイデン大統領はもう次の大統領選挙に出ないので、イスラエルからはかなり舐められていると言われています。それだけにアメリカの制御が全く効かない形でのイスラエルの行動が今回の件を招いたという話もありますから、それもまた事態が複雑回帰になる理由の一つともなっています。中東情勢が荒れれば原油価格などにも跳ね返り、それはまた日本人の生活にも影響する出来事ですから、ぜひとも中東情勢の行方にも関心を持ってください。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢と中東情勢についての解説でした。このチャンネルの動画が役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めをしたり、スーパーチャットで投げ銭をくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。